斜めに入っちゃったりとか、はまらないとか出てきてしまいますので、このガチャガチャ動く状態ではめちゃいましょう。こっちのブロック側がダメになってしまうので、最悪エンジンのっけ替えとか、そういう風にもなってしまいますので、普通だったらこうやって手締めで回っていきます。はい、本日はいよいよこちらのワゴン R MH2KS、AZ ワゴン MJ2KS タービン交換を行いたいと思います。タービン交換なんですが、ぜひですね、もっとパワーを上げたい方、高速のレーンチェンジなどで力強さが足りない方、またはライバルのあいつに追いつけない、そんな方なんかはですね、ぜひタービン交換をお勧めします。そして、今回のタービンはですね、ノーマルの ECU の範囲内、要は燃料マップを書き換えなくても大丈夫な範囲のタービンということで、気軽にパワーアップもできるし、ブーストアップをして燃料補正をすれば、もっとパワーが絞り出せると、仕様のタービンとなっておりますので、ぜひですね、気になった方は概要欄にタービンの購入先などもお教えしますので、ぜひそちらからクリックしてみてください。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでも別所。さあ、それではですね、今回タービン交換するにあたって交換する様々な商品のご紹介です。まず、こちらのパイプなんですけども、私の車両は S ターボとなっておりまして、こちら今車両についている状態なんですけども、S ターボと DI ターボにつきましては、こちらに純正のリサーキュレーションバルブ、いわゆるブローオフがついているんですね。それなんですが、今回タービン交換をするにあたり、私はブローオフレスにしたいので、こちらの M ターボ用のパイピングを使用したいと思います。それによって純正のブローオフがついてないので、ブローオフレスになるということで、タービンのレスポンスアップを狙ってつけたいと思います。純正のタービンでついているのにもかかわらず、今回車外のタービンでブローオフレスにするとなると、賛否両論分かれるかと思うんですが、こちらはね、私の車両なので、私の好みで作っていく上に、私のやりたいことで一つブローオフレスというのがありますので、今回はこちらの M ターボのブローオフレス仕様のパイピングをタービン交換と同時に交換します。そして次にこちらの触媒なんですけれども、こちらはですね、触媒の中身がこのように空洞になっております。いわゆる触媒の中身が入ってない仕様なんですね。車検とかはどうすんだよというのに関しましては、私の車両の中間パイプは、中間パイプが二分割式になっておりまして、その二分割のフランジのところにですね、かませる触媒があるんですね。そちらの触媒を使って、車検でも合法基準に満たそうと思っております。それと同様にですね、こちらのフランジ部分がですね、ガスケット合わせると、ガスケットの形と合ってないんですよ。それなので、そのガスケットの形と合うように、このようにリューターでですね、周りを削り落としました。ただ、これ、あまり削りすぎると、排圧が下がりすぎてしまって、ドッカンターボになってしまうので、それなので、この触媒に関しましては、デコデコの段差をちょっとさらう程度っていうんですかね、段差をなくす程度、それで研磨をしました。たまにこれ、ツルツルにしちゃう人もいると思うんですけども、どうやらですね、私のお友達のチャット GPT に聞くとですね、排気の部分というのは、ツルツルにしてしまうと排気の流速が落ちてしまうと。むしろザラザラの方が排気の流速が上がるというのが、本当かどうかわかんないんですけども、書いてあったので、それなので、私は削りっぱなしの状態にして研磨を終了しました。それでガスケットの大きさに合わせて、こちらのフランジの大きさを気持ち大きくしたという感じになっております。そしてさらに駅マニなんですが、こちらも中古で安いのを購入してですね、今こっちに何も加工していない純正の駅マニがあるんですけども、ここのですね、ガスケットがついていた時に、排気ガスがこのようについている部分。これは要は排気が流れてたんだけども、通り道がなくてぶつかったということなので、その部分をこっちは削りました。こちらもですね、あんまり大きくしてしまうと、ポートが合わなくなるとかっていうのもあるし、同時に排気の流速が落ちてしまう。または排圧が落ちてしまうっていうのがありますので、段差を削る程度にしました。と言っておきながら、こちらの中の方もですね、少し削ったんですが、こちらは軽くサラサラと削るぐらいにしておきました。そして、エンジン側の方なんですけども、こちらはですね、かなり
削ってしまいました。純正のと見比べると、純正がこちらの穴になっておりまして、ここの黒い部分、エンジン側とポートが合っていないということなので、ごっそりと削りました。このような感じで、かなりですね、削ってしまいましたね。ちょっとここ失敗して削ってしまったんですけども、ここはまあガスケットでね、どうにか対応できるということで。なので、こちらはかなりポートが大きくなってしまっているので、まあ、盗聴駅マニではないんですけども、かなりポートが大きくなってしまったので、耐圧が落ちすぎるんじゃないかという懸念もあるんですけれども、まあ、とりあえず、この黒い部分ね、削って落としました。あとは、中側の方もですね、ちょっとポートを広げてみました。どんな効果が出るのかはわかりませんが。まあ、残念ながらタービンと一緒に交換してしまうので、駅マニの効果がどれぐらい出るのかはわからないんですけども、まあ、どうせタービン交換するんだったら、駅マニもね、交換してやってみたいなと思ったんですけれども、本当はね、モンスタースポーツの盗聴じゃないんですけども、見た感じなんかこのノーマルのやつをポートを拡大して取り付けるみたいな。ジムニーの5型用だったら MH21S や MH22S はちょっとの加工でつくと思うんですよ。それなんですが、コストの兼ね合いもあって、自分で純正のやつを削りました。そして今回の目玉となるこちらのタービンですね。どんなタービンなのかと言いますと、いわゆるリビルトタービンらしいんですよ。それで、リビルトタービンなんですが、こちらのコンプレッサー側に関しましては、なんとこれ HT07 のブレードがついていると。なので、かなり吸入量が多くなると思います。そして、こちらのエキゾースト側に関しましては、DI ターボのシャフトとブレード。これをつけてることによって、排気側の風量もアップしてるというような形で、ニコイチタービンっていうんですかね。そんな感じで作られたタービンです。それでなんかこのタービンは AR 比率が6から 6.5 とのことで、取り付けても燃調補正、いわゆる燃料の調整などはしなくても問題ないようです。ノーマルブーストであればの話ですけども、私は今回ブーストを上げていくので、まあもちろん空燃費計を見ながらなんですけども、ブーストを上げていくつもりなので、本来であれば燃調補正は必要になるんですけれども、まあとりあえずそれで様子を見ながらどうしていくかというのを考えていきたいと思います。そして最初はね、100キロぐらい低いブースト圧で鳴らしを行うというのもありますので、HT07 のコンプレッサーといえども、おそらく多分海外製のやつをくっつけたのかなという感じなんですけども、もちろん新品なのでガタとかありませんが、これがですね、耐久性とかは正直どれぐらいなのかはわかりませんが、これをつけて、峠バトルの方ではですね、いつも DI ターボ勢にパワーで苦しい思いをさせられているので、こちらのタービンを組んで、モアパワーをつけようと思います。こちらは MH21S や MH22S にボルトオンでつくような形状になっております。なので、こちらのタービンところのフランジの向きも、こちらの触媒とのフランジも、このように問題なくつくようになっております。そして、基本ノーマルで取り付ける人用みたいな感じで作ってるそうなので、こちらは純正のアクチュエーターみたいです。なので、ブーストを上げる人なんかは、何やらここに後付けでバネをつけて強化してくださいとか、またはブーストコントローラーをつけてくださいと書いてありました。まあ何よりお値段が3万円台ということで、非常にリーズナブルな値段で、こっちのブロック側がダメになってしまうので、最悪エンジン乗っけ替えとか、そういう風にもなってしまいますので、MH21S や MH22S にはほとんど壊滅的なタービン交換というのが手軽にできるようになりますので、まあ、これをですね、今回取り付けていきたいと思います。あとはですね、付属のガスケットやオイルラインなんかは一緒のものが付いております。ただちょっと私以前ですね、タービン交換した時に、このラインの作りが悪くて、オイル漏れをしたというのもありますので、今ついてる純正のラインを使った方がいいのかなという気もしますが、ちょっとまあそれはケースバイケースで使っていこうかなと思います。同様にですね、このオイルラインのボルトなども、つけるときですね、ちょっとコツがいりますので、つけるときのコツを知らないと、私、これの失敗でエンジン交換2回もやっておりますので、これのね、付け方なども説明しながら交換していきたいと思います。さあ、それではですね、まずこのようにフロントバンパーを外した状態で、それからですね、こちらのタービンを外すにあたって、周りのね、初期類関係を外していきたいと思います。はい、ではまずはクラクションを外します。
そしてここのコアサポートのつながってる縦のバーも外しますので、ここを外したいと思います。全部10ミリです。ここを外して、さらに裏側にもこちらの1箇所もありますので、これを外せば、ここのセンターバーが外れます。はい、これで取れました。そしてこちらのエアコンのコンデンサーの左側を上に持ち上げて手前側につけます。そうすると、ちょっと動くので、このスペースを使ってこれを取ります。そうしたら、ボンネットのレバーなども邪魔なので、捨てちゃいます。そしてこのエアクリーナーも外しちゃいましょう。そしてこのインタークーラーとのパイピングも外します。そしたら下側のナットも外しましょう。そしてこのホース外してパイピングどけちゃいましょうか。そしたら、このホースを外します。もう20年近くのものなんでね、だいぶ劣化してます。はい、これで手前に引くと、パイピングが外れました。ちょっとね、M ターボとの違いを見てみたいと思います。それで外したナットは忘れないようにつけておきましょう。そしてこちらのパイピングはタービンを外してからじゃないと実質外せないので、これはそのままにしときます。タービン周りについている配管も外します。そしてこのように純正触媒に取り付けされている O2 センサーなんですけども、こちら、今、車両についている状態で外した方が、抑えられている状態なので、外しやすいんですね。それなので、フォークが入る状態であるならば、この状態で取っちゃいましょう。これは 22mm です。そして、こちらのカプラー側も取っておきましょう。そうしたら次はですね、こちらのウォーターラインを外しちゃいます。これ外すとですね、水がダバダバ出てきますので、こういう同サイズぐらいのボルトを準備して、外したらこれを刺してめくらをしておきましょう。なので、水が出てくるのでボルトを刺してめくらをしておきます。そうすれば水が溢れません。反対側のこちらも同様に外してめくらをします。これで塞がりました。そしたらですね、よく忘れがちになってしまいますので、決まりの遮熱カバー、これをですね、外しておきたいと思います。私は過去に外したことがあるので、そんなに錆びてはいないんですけども、外したことない車両なんかだと、ここら辺なんかはかなり錆びていると思いますので、念入りに潤滑剤なんかを何日か前から拭いておくのをお勧めします。これで遮熱カバーを外します。そうしましたら今度は中間パイプと触媒がつながっているフランジのボルトを外します。ここも錆びていることが非常に多いので、事前に潤滑剤などを塗っておくのがいいと思います。私のは同じく以前外したことがあって、その時にですね、私はデイトナ社製から出てる、こういう、なんて言うんだっけ、焼きが入るところに対応するね、名前を忘れちゃった。それをつけてます。マコーズさんとかからも出ているようなんですが、私はコスパでこちらのバイクのデイトナのね、商品を購入しました。こちらも概要欄とか貼っておきます。そして下は 14mm で外します。次外すときが非常に楽に外せるようになってます。さあ、そうしましたら次はいよいよ本腰となります。こちらの触媒をね、取りたいと思います。こちらも4箇所あるんですけども、こちらも熱が入ってですね、かなり取りづらいところとなりますので、皆さん要注意してください。私も油断しないようにやりたいと思います。こちらの表側に関しましては、こういうメガネ1本で取れるんですが、内側に関しましては、ちょっと駆使して取らなければなりません。なので、こちらの上のインタークーラーも外しちゃいます。これでかなりのスペースができましたので、工具を入れて横から取れるようになると思います。やはりスレッドコンパウンドを塗っておくと、その次の作業が非常に楽です。そして結構忘れがちになるのが、この触媒の後ろ横にある 12mm のボルトも外してください。このボルトで触媒が抑えられてます。はい、取れました。そしたらこの触媒を横に移動してずらしながら、やると、このように触媒が外れます。これも先ほどの加工した触媒と見比べてみましょう。
そうしたら、いよいよメインのタービンを外したいと思います。こちらは、ここの3箇所を外せば取れるんですが、下側にですね、こちらのオイルラインとウォーターラインがありますので、これも外しちゃいましょう。あとは忘れないうちにこちらのブローオフの上のバキュームを外しておきましょう。ウォーターラインに関しては、私の経験上、下側からを外した方が後々楽だと思います。はめ込むのが楽です。そして、こちらのタービンの 14mm、これを外します。これは外すと間違いなしにエンジンオイルが出てきますので、それは承知の上でやりましょう。こんな感じで外します。ゆくゆくタービンに残っているエンジンオイルが下に落ちてきます。そうしたら、こちらの車もまだタービンは外したことがないので、ここからちょっと焼き付いてないか心配なんですけども、多分大丈夫だとは思います。ここも 12mm で外したいと思います。はい、これで3本全部外れました。これもつけるときはスレッドコンパントをつけといた方がいいと思います。外せたらタービンを手前側に引いてきて、さっきの下のウォーターラインのホースを抜くような感じで、上に引くような感じでやりましょう。そうすると、これでタービンが外せました。これで今、タービンを外して、ちょっとパイピングをどけて、パッククリーナーで文字が見えるように洗いました。もともとですね、こちらの S ターボについていたタービンは HT0622 タービンですね。こちらのタービンがついておりました。軸のガタもね、ほぼなく、エキゾースト側の方もブレはほぼありませんね。元気に回ってくれました。こちらのタービンもブースト最大 1.2 キロとかかけてたんですけども、結構頑張って回ってくれてましたね。非常に有能なタービンでした。さすが日立製だなって思いました。そしてじゃあ、この元々ついていたタービンに、これからつけるタービンを見比べると、まずコンプレッサー側ですね。そんなに極端には大きくないですけども、明らかに大きくなっているなというのは感じられます。なので、急に上がりますね。これ楽しみですね。そして、エキゾースト側につきましても、黒いとシルバーと色違いはあるんですけども、明らかにカメラで伝わるかな。明らかにブレードの大きさが違います。どれぐらいだろうな。片側5ミリぐらい大きくなってるかなという印象です。なので、回れば回るんじゃないかなと思います。間違いなしにノーマルでも取り付け可能ということなんで、十分に回ると思います。そして外した触媒に関しましても、こちらが外した触媒ですね。このようにガスケットを重ねると、ちょっと黒で見づらいと思うんですけども、ここのように、ちゃんとガスケットの形状に合ってないんですよね。それなので、今回こちらのように形を拡大して段差をなくしたと、触媒になっております。それで同様に触媒ストレートとなっておりますので、もちろん中間パイプの方には触媒はつけます。排出効率バッチリでございます。先ほども説明したんですが、パイピングとエキマにも同様に仕様が変わりますので、これをつけてどうなるのか楽しみでございます。そうしたらこちらの外したタービンの方で使うこちらのウォーターホースとか、そこら辺をどうしようかなと思うんですけども、使えるものは移設してね、使っていこうと思います。それとですね、一箇所、エキマをですね、外していなかったので、こちらの1、2、3、4、5、6箇所、これをですね、外したいと思います。ここも長い間外していない状態だと、スタッドボルトが一緒に外れてきてしまったりとかありますので、気をつけろって言ってもどうしようもないかもしれないんですが、潤滑剤などね、つけておくといいと思います。はい、すいません。ちょっと取れてなかったんですけども、無事に舐めることなく、スタッドボルトがかじることもなく、ナットとボルトが取れました。そして、エキマにも無事に取り外せました。これで、こちらのタービンのものをこちらに移植しました。移植するとしましても、ここのウォーターライン、ここが基本的に移植するだけです。ただ、これを外すときですね、こっち側は簡単に外せるんですけども、10ミリでね、こっち側が、ホースが干渉してですね、ホースを外してから、こう外すような感じでやりました。また同時にですね、これ、向きがありますので、この向きをですね、外す前に必ず確認して、それからそのままこっちに移すような感じに意識しておいてください。あとはですね、私は一応大丈夫だとは思うんですけども、以前のリビルトタービン、今回のこのタービンとは全く関係ないんですけども、リビルトタービンを購入した時に、
このオイルラインがですね、こうやって同じように付属されてたんですけれども、私はもうちょっと恐怖症になっちゃってるんで、一応元々ついていた純正のやつを使います。なので皆さんはそのまんまこちらに付属されているやつを使っても問題はないと思います。私はもうトラウマになってしまっているので、一応純正のを使っている次第でございますので、付属されているやつを付け替えてください。そうすれば、こちらからわざわざ外す必要もなく、こっちのね、外されている新しい部品をこっちにつけるだけですので、もともとついているタービンを元にして取り付ければ簡単につくんじゃないかなと思います。さあ、それでは、いよいよ、こちらのポート拡大した駅マニからですね、つけていきたいと思います。すみません、あと一つありました。あと一つだけ、このスタッドボルト、インテークのところのスタッドボルト2本をこっちに移す作業を行いたいと思います。これは単純に、このナットが2つあると思うんですけれども、これを1つを深めに回してもらって、そしてもう1つを回します。それで、このナットとナットで、このようにロックするような感じにしてください。そうするとロックして、こっちのナットを回すと、ここのスタッドボルトが回るような感じになって外れますので、これをですね、やってください。これやって、ロックします。そしたら、こっちの中側のやつを回すと、こんな感じでスタッドボルトが緩められます。はい、こんな感じで取れました。もう一本外して、こっちの新しいタービンにつけていきます。この単純でこのまま回していってもらって、そして締めると。もう単純にこれだけです。で、ある程度硬くなってきたところで、締めるのを植えます。では残り1本もやりたいと思います。はい。それでは、駅マニの方をつけたいと思います。まずね、次外すかはわかりませんが、念のため、焼き付き防止をやっておきましょう。これ本当に役に立ちますので、ぜひおすすめです。じゃあ、スレッドコンパウンドを塗り終えた状態でつけていきます。頑張って役目果たしてくれ。はい。それでは 12mm で本締めします。はい。こんなんでいいかなと思います。そうしたら今度はタービンをつけます。私の経験上、このタービンをつけるのが一番肝心要となります。そして、一歩間違ってしまうと、私みたいにエンジンのっけ替えになってしまう可能性もありますので、十分気をつけてつけるようにしてください。私がこれの経験したノウハウを皆さんにお伝えしたいと思います。さあ、こちら取り付けるときは、まずは、ここの下のウォーターホースをつけるような感じではめていきます。そして、これをはめるんですが、このガスケットね、忘れないようにしといてください。そして、このスタッドボルトの方も、スレッドコンパウンドを塗っておきましょう。そしたら、このタービンでつけるときに一番肝心な場所。ここのオイルラインです。このオイルライン、今の段階だと、こうやって本締めをしてない状態で、ガチャガチャしてます。この遊びの部分を使って、これをですね、先にガチッと締めてから、ここの下の方を締めると、向きが合わない状態で、ボルトがですね、斜めに刺さっていっちゃうんですね。それで気づかずに回してしまうと、私みたいにねじ切れたり、ねじ溝がダメになってオイルがダバダバ漏れてしまったりとかして、結局、こっちのブロック側がダメになってしまうので、最悪エンジン乗っけ替えとか、そういう風にもなってしまいますので、それなので、これ、タービンつける前は、まだこの上のボルトの方もゆとりを持たせておいてください。それで、このパイプが動くような状態で下のボルトをつけます。それでは、ボルトに1枚同ワッシャーをつけた状態で、パイプに通します。そうしたら、反対側にも同ワッシャーをつけて、それでエンジン側の方にはめていきます。で、これ、手締めで回るレベルがポイントです。さあ、そうしたら今度はタービンの水回りをつけましょう。このホースをね、抜いたらすぐに刺しましょう。水が溢れています。そうでもなかったです。そしてクリップをつけます。こちらの上側はすぐ冷却水がダバダバっと出てくると思うので、もうすぐにはめられる準備をしておきましょう。ここにはめます。はい、これで OK です。クリップをつけましょう。よし。そうしたら、ちょっとゴミが入るのが嫌なので、ここのインテークパイプもつけちゃいましょう。ここも M ターボ用のパイピングをつけます。10mmで締めます。よし。
そしたら今度はここに触媒をつけましょう。今回はストレート触媒をつけます。軽くこっちのガスケットをマイナスドライバーとか入れ込んで閉じります。そうすると、このガスケット取れるんで、ちょっと傷ついても結構使えます。これは再利用しちゃいます。それでこれなんかは軽くゴムハンマーなんかで叩いて収めてもいいし、私みたいにこうやってすんなり入ればそのままで手ではめるだけでも結構です。そしてここの2箇所のスタックボルトにもスレッドコンパウンドをつけておきましょう。そしたらまずはガスケットの向きについてガスケットをつけます。つけたら、触媒をこんな感じで通していきましょう。そうしたら、上のスタッドボルトにかけるような形で通しましょう。そうしたら、よかったねじゃなくて、ここの下のボルトを先につけちゃいます。じゃないと、ここも位置があるので、斜めに入っちゃったりとか、はまらないとか出てきてしまいますので、このガチャガチャ動く状態ではめちゃいましょう。ここをはめたら、まだ本締めはしなくていいです。ある程度手締めで締めておいてください。そうしたら、一番鬼門のここを4箇所につけたいと思います。はい、4箇所つきまして、今度は触媒でこのボルトを本締めします。そうしたら、触媒と中間パイプをつなげたいと思うので、またこの専用のボルトのネジ糸部分にスレッドコンパウンドを塗ります。塗り終えたら、下側からつけます。さあ、続いては、こちらの O2 センサーを取り付けたいと思います。何度もやってますが、こちらにもスレッドコンパウンドをつけましょう。そして、エンジンの右に。よし。で、カッターをつけます。そしたら、きれいに取り付けましょう。ちょっと私、遮熱板をつけるのを忘れてしまいましたので、遮熱板をつけます。それで遮熱板をつける場合はですね、私の方はここ1箇所ちょっとダメになっちゃったんですけども、遮熱板つけるときは、ここのボルトが大体みんな腐ってますので、新しい M6 のボルトを使うといいと思います。私もこのステンレスのボルトに変換しています。これにもスレッドコンパウンドをつけましょう。このインテープが一回外してからじゃないとつけられませんので、外した状態で遮熱板をつけましょう。はい、この状態から取り付けます。そしてパイピングを戻しましょう。さあ、これでなんとか取り付けられたので、あとはですね、周りの部品とか、エアクリーナーとかインタークーラーとか、そこら辺を戻していくんですけども、もう散々見てると思いますので、そこはですね、割愛したいと思います。さあ、これでなんとか全て取り付けました。アクチュエーターとかね、このバーとか、ホーンもそうだし、エアクリーナーにインタークーラー。それで、今回ですね、S ターボから M ターボのインテークのタイプに変えたんですけれども、一つ変わるところが、S ターボはここにブローオフがついていて、そのブローオフから出てる配管をこちらのバキュームにつなげるっていうのがあったんですけども、M ターボの場合はそうではなくて、ご覧のように、ここで目くらをするという風に変わってますんで、ここだけ唯一内容を変えました。正味ですね、かかった時間は3時間ぐらいですね。これで実際にエンジンをかけてみたいと思います。それではエンジンの方かかりました。エンジンをかけたらですね、すかさずオイルライン、ここのエンジンとタービンのオイルラインのところからオイルが漏れていないか。そして、ここのタービンとオイルラインのところからオイルが漏れていないか。なんとか大丈夫そうですね。ちなみに今こうやって煙が見えるかと思うんですけども、これは取り付け時にスレッドコンパウンドや潤滑剤などが燃えているものなので、火とかは出ないので、そんなに心配しなくても大丈夫です。あとはこの塗装が焼けているとか、そういうのによって変な匂いや煙が出てきます。しばらくね。それで無事にエンジンがかかっております。これでなんとかタービン取り付け完了したんですけれども、100キロぐらいは鳴らしがね、必要になるかと思いますんで、いきなしブーストをかけたりとかは残念ながらできません。なので、100キロぐらい低ブースト、いわゆるノーマルのブーストでですね、ちょっと走って、あんまり負荷をかけないような感じで走ります。それで100キロぐらい走ってからですね、徐々にブーストを上げていく。そして、燃料の補正が必要であれば燃料補正をしていくというような感じになっております。ノーマルブーストで乗っていく方に関しましては、
全然もうこのまんまで、まあ街乗りはできますけども、あんまり負荷をかけないような感じで走っていただければ、そのまま鳴らしが完了するような感じになると思いますので、ぜひですね、このハイフロータービン、今後の動画でね、このタービンの威力がいかに変わったのかとか、そこら辺のレビューなんかもね、してみたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。このチャンネルではね、M ターボのブーストを変えたらどれぐらい変わるのかとか、そこら辺なんかも検証が待ってますので、その他動画の検証もいっぱいありますのでね、ぜひ今後楽しみにしておいてください。とりあえずこんな感じで、タービン交換、最初はね、抵抗があるかもしれないんですけども、意外にやってみるとこんな感じで、まあ、素人のマーブラでも十分できます。視聴者のね、皆さんから言われる、ど素人のマーブラがという人間でも、タービン交換、十分交換できます。それなので、ぜひぜひ、皆さんもパワーがね、欲しいと思う方なんかは、タービン交換をしてはいかがでしょうか。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価やコメントやハイプ、そして他の動画が気になる方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、この仕様でね、鳴らしを終えたら、峠バトルで全開かましていきたいと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。夜の峠を駆け抜けるワゴンなるカスタム入ってる新鮮な音が焼き渡るライバルたちを刻みにビート感高なカンカン心臓が高かってるこの瞬間アクセル踏み込む速さ壁を切ってしまうこの道ダイナミックなビートに乗せて高やかが体を包むチェンリーの光が見えるこの瞬間を感じて急上昇する新鮮な音なぎとするビートが心を打つ峠のジャイアントなく夜の闇を切り裂いてチェンリーを掴むその時までこの走りを止めないでライバルたちの背中を追い越し自分を信じて突き進め夜空に星が遠くエンジンの音が弾む街仲間たちが応援してる一緒に夢を追いかけようスピード感が溢れる心の中の